名古屋闇サイト殺人事件2960が残した沈黙の継承。2007年、日本のインターネットの片隅に一つの掲示板が存在していました。その名は闇の職業安定所。そこに集うのは名もなき顔も知らぬ者たち。彼らを結びつけたのは社会への不満でもなければ切実な境遇でもありません。ただ手っ取り早く楽をして金を手に入れたいというあまりに空虚で怠惰な私欲でした。この匿名の闇が一人の女性の命を奪い、そして日本の司法をも揺るがすことになります。これは被害者一人の事件において死刑という極刑がなぜ求められたのか、人の尊厳を問う記録でもあります。虚飾と殺意の形成。8月21日、名古屋の街で3人の男が初めて顔を合わせました。神田司、堀義友、そして山下と名乗った男。彼らは出会って数日の間、互いに偽名を使い、虚実な犯罪歴を自慢げに語りました。自分は暴力団の関係者だ、覚醒剤のルートを持っている。自分を大きく見せようとする虚栄心。パチンコ店の景品交換所を襲う空き巣、事務所荒らしといくつかの計画を話し合いました。そして彼らは通りがかりの女性をターゲットとする計画にたどり着きます。拉致して金を奪い、顔を見られたら殺せばいい。その恐るべき計画に3人が合意するまで時間はかかりませんでした。沈黙の抵抗。暗証番号2960。8月24日午後11時過ぎ、帰宅途中の会社員磯貝理恵さんは自宅まであとわずかという路上で突然車に引きずり込まれました。車内という密室、突きつけられる刃物。男たちは執拗にキャッシュカードの暗証番号を迫りました。しかしここで理恵さんは絶望的な恐怖の中で毅然とした抵抗を示しました。彼女が告げた番号は2960。それは後に警察の捜査によって偽りの番号であったことが判明します。彼女が守ろうとしたのは愛する母と暮らす家を建てるための夢の貯金だったのです。2960。憎むは、遺族はこの数字に彼女の最後のメッセージが込められていたのではないかと考えています。あなたたちを決して許さないという恐怖と絶望の中での命の叫びでもあったのです。偽りの番号とも知らずに犯人たちは理恵さんに苛烈な暴行を加えて殺害し、岐阜の山中に遺棄しました。司法の苦渋と33万人の署名。事件は加害者の一人の自首によって発覚しました。逮捕された3人は反省や謝罪を述べるどころか、互いに責任をなすりつけ合い、法廷でも不誠実な態度を示しました。検察は永山基準という過去の判例を超える決断を迫られました。日本では被害者が一人の強盗殺人事件において死刑が選択されることは極めて異例です。しかしこの事件の残虐性、そして計画性の高さはそれまでの基準を崩すものとなったのです。磯貝理恵さんの母親富子さんは街頭に立ち続けました。5年間で集まった署名は33万筆。それは復讐心ではなく、真面目に生きている人間がなぜこれほど無慈悲に殺されなければならないのかという悔しさと怒りの表れでした。一審判決は神田司と堀義友に死刑、自首した川岸健二に無期懲役。しかし二審では堀の死刑も無期懲役へと減刑されました。司法の判断は一人の命の重さと過去の判例の間で激しく揺れ動いたのです。風化させてはならない人間の尊厳。その後、堀には別の余罪が発覚し、最終的に死刑が確定しました。主犯格であった神田司は、2015年6月25日8時25分、名古屋拘置所で死刑を執行されています。享年44歳。しかし、この事件が残した問いは、今も解決されてはいません。インターネットの匿名性は、この瞬間も、誰かの悪意を増幅させ、無機質な暴力へと変える世界を内包しています。私たちがこの事件を風化させないのは、最悪の闇の中で暗証番号
2960に自らの誇りを託した一人の女性がいたこと、そしてその命の尊厳を守ろうと立ち上がった人々がいたことを記憶に刻むためでもあります。私たちはこの筆舌に尽くしがたい継承を決して忘れてはならないのです。